あなたがこの手紙を読む頃、私はもうこの世にはいないでしょう。かつて私は最も親しかった友を欺き、自殺へと追い込みました。これから私はこれまで誰にも明かすことができなかった罪をあなたに打ち明けます。当時、私はまだ若い学生でした。父と母を相次いで亡くし、一人残された私は、父が誰よりも信頼していた叔父を頼りました。叔父夫婦に家と財産の管理を任せ、私は東京の学校へ通い始めました。ところが、私が叔父の娘との結婚を断ったことを境に、関係が冷え込み、そしてある日、彼が私の財産を使い込んでいたことを知りました。信じていた身内に裏切られた私は、人を容易に信じられなくなりました。やがて私は未亡人の奥さんとその一人娘が暮らす家に下宿しました。共に暮らすうち、私はお嬢さんに惹かれていきました。しかし自らの臆病さに加えて、叔父に欺かれた記憶から、この二人にも何か思惑があるのではないかと疑ってしまい、思いを打ち明けられずにいました。私には K という同郷の友がいました。寺に生まれ、医者の家へ養子に出された彼は、陽花の望みに背いて宗教や哲学の道へ進みました。その結果、学士を断たれ、実家からも見放される、そんな男でした。彼には一つ信念がありました。精神的に向上心のない者はバカだ。道を極めるためには欲も恋も全てを犠牲にすべきだと考えていたのです。困窮に苦しむ K を放っておけなかった私は奥さんを説得し、彼を家に迎え入れました。家庭の温かさに触れれば彼も少しは人間らしくなる、そう考えたのです。初めは頑なだった K も同じ屋根の下で暮らすうちに少しずつ態度を和らげていきました。しかしその善意がやがて取り返しのつかない悲劇へとつながっていくことをこの頃の私はまだ知りませんでした。ある日、奥さんとお嬢さんが外に出かけ、家には私と K だけ。その時、K が私を呼び出し、驚きの苦悩を口にしました。お嬢さんを好きになってしまった。突然の告白に私は頭を殴られたような衝撃を受けました。本来なら私もその場でお嬢さんへの思いを打ち明けるべきでした。しかし不意をつかれた私は焦って何も言えませんでした。このままでは K に先を越されてしまう。やがて私は K の相談に応じるふりをしながら、胸の内ではどうすれば彼を出し抜けるかを考えていたのです。後日、私は K と上野公園を散歩しました。そしてかつて K 自身が私に言った言葉を今度は彼へ突きつけました。精神的に向上心のない者はバカだ。K はうつむき、僕はバカだと答えました。その後、K は悲痛な様子で、もうその話はやめよう、やめてくれと言いました。それでも私は容赦しませんでした。口の先でやめたって仕方がない。君の心でそれをやめるだけの覚悟がなければ、君の日頃の主張をどうするつもりなのか。K はしばらく黙り込んだ後、やがて独り言のように答えました。覚悟。覚悟ならないこともない。私は考えました。彼の言う覚悟とは一体何なのか。道を信じる覚悟か、いや、お嬢さんに進む覚悟に違いない。私はその時そう思い込んだのです。しかし後に私はこのことを振り返り、それが全く別の覚悟だったのかもしれない
と思うようになりました。私は K より先に事を運ぼうと決めました。仮病を使って学校を休み、K とお嬢さんが家を出た後、奥さんに直接「お嬢さんを私にください」と頼みました。初めは驚きを見せた奥さんでしたが、意外にもあっさり15分ほどで婚約は承諾されました。こうして私はお嬢さんとの婚約を手にしたのです。望みはあっさりと叶いました。しかし私の胸に湧いたのは喜びではなく、K への後ろめたさでした。お母さんとお嬢さんは私たちの結婚を知っている。K だけが知らない。それでも私は自分の口から K へ打ち明けることができませんでした。数日後、奥さんは私に結婚のことを K へ話したのかと尋ねました。まだ話していないと答えると、奥さんから驚きの言葉が飛び出します。先日彼に結婚のことを話したら変な顔をしていた。あんなに親しいのに黙って知らん顔をするのは良くないと。私は K がどんな様子だったかを聞かずにはいられませんでした。しかし K は顔色一つ変えず、そうですか、おめでとうございます。お祝いをあげたいですが、お金がないので何もできません。と言い、そのまま席を立ったそうです。それを聞いた私は、胸が塞がるような苦しみを覚えました。数えてみると、奥さんが K に話してからすでに2日余りが経過していました。しかし K は私に対して以前と少しも変わらない態度を保っていたのです。戦いには勝っても人間としては負けた。今さら私は何と言えばよいのかと迷い、とにかく翌日まで待とうと決めました。それは土曜日の夜でした。その夜、枕元から吹き込む冷たい風で目を覚ました私は、K の部屋との仕切りの襖が少し開いていることに気づきました。声をかけても返事はありません。薄暗い明かりの中を覗くと、K は自ら頸動脈を切り、息絶えていたのです。友の死を前にして私が最初に浮かんだのは悲しみではありませんでした。机の上には私宛ての手紙。この中に私の卑劣な行いが書かれていないか、それをお嬢さんや奥さんに読まれたらどれほど軽蔑されるのだろう。私が抱いたのは恐怖。自分の身を守ることを考えたのです。しかし手紙には私への恨みもお嬢さんの名前もありませんでした。自分は意志が弱く、この先に望みがないため自殺する。ただそれだけが抽象的な言葉で書かれていました。手紙には他にもこれまでの礼や死後の片付け、奥さんへのお詫びなどもあっさりと書かれていました。そして最後に墨の余りで書き添えたように、もっと早く死ぬべきだったのになぜ今まで生きていたのだろうという意味の言葉が残されていました。K の死後、私は次第に自分という人間の正体を思い知らされました。かつて叔父に欺かれた私は、自分だけは叔父とは違う確かな人間だと思っていました。しかしいざ自分の利益と友情が衝突した瞬間、私も友を欺いた。私は叔父と同じ人間だったのです。大学を卒業した後、私はお嬢さんと結婚しました。私たちは決して不幸な夫婦ではありませんでした。しかし妻の顔を見るたび、K の記憶が現れました。私は妻に真相を話せないまま、毎月一人 K の墓を訪ね続けました。孤独を抱える日々の中で
私は K があの日言っていた覚悟という言葉を思い出しました。 K もまた今の私と同じ誰にも理解されない孤独と戦っていたのではないか。そして私も今 K と同じ覚悟が芽生え始めているのではないか。長い年月が過ぎ、明治の世が終わりました。明治天皇が崩御され、後を追うように乃木大将が自ら命を絶ちました。罪の意識を抱えて生きた35年と命を絶った一瞬、一体どちらが苦しかったのか。そして今ようやく私も自らの生にけじめをつける覚悟ができたのです。最後に一つだけお願いがあります。私は自分の過去を善悪ともに他の人の参考に供するつもりです。しかし妻だけには何も知らせないでください。あなた限りに打ち明けられた私の秘密として、すべて胸の中にしまっておいてください。